はい、こんにちは。ですね、今日はこのドリーム木型の靴、前回ねすくい縫いをやりましたよね。でちょっとマスキングテープを貼ってます。こんな感じでね。でこの部分ウェルトの幅をね半分に切って細くしました。約半分ですね。こっからここでねウェルトの幅を細くしてます。なので最終のソールの幅的にはこんなもんですかね。細いですね。で今日はこれのね中にコルクとか革とかをね入れていくんですけど、かなりね重要です。今回特にこの出来上がった時のこのソールの見た目に関わってくる部分なんで、結構ね気合い入れていつも以上に面倒くさいことをやりつつねやっていきたいと思います。何からやろうかな。そうだ、それで中に入れるコルクと革なんですけど、ちょっとね切っときました。これですね。まずねこの後ろの部分にはこのシャンクをこうやって入れます。ここは細くする限度はもうちょいできるんですけど、一応このシャンクがね入るのを限度として設定しました。これを入れてから、この後ろ部分はねこの革ですね、この5ミリぐらいの革をねこうやって後ろには入れて、こんな感じですね。で削るんですけど、そしたら前部分にはこんな感じのコルク、これを入れますっていう感じでねやっていきますね。じゃあまずはシャンクを貼ります。このシャンクは鉄です。鉄にねナイロンのテープを巻いて接着を良くしてますね。こんなもんかな、この辺かな。よし、こんな感じでぴったりこの曲線に沿うように叩いて曲げました。じゃあ次はこの後ろの部分革を入れます。でこの後ろをね革にして前をコルクにするっていうのは、後ろのこのね革の部分をねいろいろといじくり回したくて形を作りたいです。ここね結構今厚みがあるんですけど、これを削っていってちょっとね凹凸を出していきたいと思います。こいつに線を描いてみました。ちょっといろいろ悩んでぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、こんな感じに削っていきます。とりあえずこんなもんで今ねこんな感じです。線を引いた真ん中を残して、ここも平べったくして、この中にどっから打てばこんな感じ、あんまりわかんないかな。ここがねこんな感じに三角形に盛り上がってます。このまんまでもね十分かっこよくなるんですけど、フィドル、こういうのねフィドルバックって言うんですよね。フィドルってバイオリンのことですね。でフィドルの裏側、バイオリンの裏面みたいだからこう呼ぶって言うんですけど、バイオリンの裏ってね尖ってないんですよね。いまいちこれがね僕はなんでフィドルバックなんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、こうね継ぎ合わさってるんですよバイオリンって。バイオリンっていうのは板をね剥いでる、継いでることは言うんですけど、真ん中でやってるんですけど、尖ってはないですよね、当たり前ここ尖ってたら弾きにくいですからね。こういうふうにね丸みを帯びてる。うわ美しい。こういうソール作りたいな本当に。そういうことで、多分ここが尖ってることとかじゃなくて、多分こうやってこう材がねこう合わさってるように見えるからなんでしょうかね、フィドルバック。そういうね見た目の技術があるんですけど、今回はもっとえぐってやろうかなと思って、このね先端の飛び出してる部分、山の尾根の部分をこうグイッとこれ今富士山ぐらいなんで、もっとねエベレストみたいにこうグイッとねせり立たせてやろうかなと思いますそのためにですねこいつ使います。この丸い包丁、これを使ってこの丸みで尾根のサイド部分を掘っていきます。多分ねいけると思うんですけどね、例のごとくこれもやったことはないので探り探りやっていきます。
どうでしょうね。今こっちだけねこいつで削ったんですけど、分かんないかな。あんまり分かんないですね。こっちの方がね少しだけこういう風になってます。こっちはねまだ平らな坂って感じで、こっちは急カーブを若干だけどしてますね。はい、一旦ねこんな感じです。ちょっとねすんごい大げさなんですけど、見えますかね。ここがね出っ張っちゃってますね真ん中を出っ張らせてます。実際ここソール貼り付くんでもうちょっとマイルドになるんですけど、多分ね一応こんな感じで皮の部分はやってみました。で前ねコルクを入れます。はい、コルクはこんな感じ、緩やかになるように削りました。こんな感じで、光に当てると結構ね陰影が分かりますね。これで本底を貼りたいと思います。その前にここのね形をフィルムに取って、これ本底なんですけど、こいつにね貼り付けました。ちなみに本底は、5ミリ6ミリぐらいのね厚みがあります。かなりね硬いやつ。こいつをまずこの大きさに切って、でねこれまた加工ですよ。とりあえずやりますか。それでこの本底を切ったら、またさっきのねフィドルバックの部分、それを本底側にも加工して、それからねやっと貼り付けっていう、いつもその作業はするんですけど、今回はそのウエストの部分の凹凸をより出そうと思ってるので、加工がねちょっと大げさでめんどくさいですね靴作りって彫刻的な要素があると思うんですけど、木型作りってほぼ彫刻じゃないですかその部分とねこのソールをね形作るところ、これがね結構彫刻っぽいですね。ある程度形は決まってるんですけど、要はこの辺の凹凸とかって自由にできて、履き心地とかね耐久性っていうところにあんまり関係ない部分なんで、いろいろいかようにでもできるっていうかね。でこのソールなんですけど、ちょっとね貼るとかなりね凸凹になるんで、ちょっとずるいんですけど、先にドブ起こしをやりたいと思います。こんな感じで、こっちが表なんですけど、今水で濡らしました。この部分を包丁で起こします。ちょっとね一部激薄になっちゃってやばい、ビビったんですけど、一応破れてはない、つながってる。この辺がちょっと薄くなっちゃったんですけど、一応ね破れてはないですね。ドブ起こしができました。とりあえずこれ戻しといて、ソールの端っこを薄くします。これをやっとくとソールに丸みがねつくんで綺麗に見えます。ソールの裏面もね同じようにこの丸いやつで少しだけえぐっときます。
あんまり薄くするとね出し縫いがねできなくなっちゃうんで、やりすぎないように。こんな感じにねできました。若干なんですけど真ん中を出っ張してこの辺をね薄くしてます。ソールの凹凸をこのコクリ棒でしっかり出していきます。よいしょ。はい、こんな感じになりました。結構ここはねはっきり出ましたね。ここがねもうちょっと出てほしかったんですけど、この後出し縫いしてねドブ伏せして、その時にまたグリグリと押しつぶそうかなと思います。変態的だな工芸品みたいになってほしいんですよね。とこんな感じですね。はい、というわけでコルクとか革を入れてソールをね貼りました。このソールに凝る時は結構この下準備、この中物とソール入れる時の準備が大事で、今回は一番大変でした。こんなにボコッとやってるんで大変でしたけど、今までにないようなね工芸品チックな靴になってくれるんじゃないかなと思います。というわけで次回はね出し縫いをやりたいと思います。はい、これ僕のインスタグラムとツイッターそれぞれね違う写真上げてますんで、インスタグラムが綺麗な写真、完成の写真とかね履いた写真とかで、ツイッターはちょっと作業中の写真を上げたりしてますんで、よければフォローお願いします。というわけで今日はこんな感じで、またね次の動画でお会いしましょう。